食学。幻のスーパーフードと言われるこの野菜、知ってますか？ネギ？ネギではないです。じゃニラ？違います。なんだろう。九条ネギですか？らっきょうの仲間？東京ではあまり知られていないこちらの野菜。一方、高知の人たちは葉ニンニクですね。わかります。はい、好きです。ニンニクの香りがするんで、ニンニク好きにはたまらんですよね。ニンニクバーですかね。冬の野菜といえばこれですね。とにかく美味しいです。とにかく美味しい。はい。ニンニクの葉っぱ。ニンニクの葉っぱかい。そう、高知県民なら誰もが知る食材、葉ニンニク。県内のスーパーで普通に売られており、あの中華の鉄人陳建一も太鼓判を押す栄養豊富なスーパーフードだった。今回は高知県民も知らない葉ニンニクの魅力に迫る。高知で古くから親しまれている食材、葉ニンニク。そもそも葉ニンニクとは何なのか、農家の方に聞いてみた。これが葉ニンニクなんですけども、白いところがですねどんどん成長して4月5月ぐらいになってくると膨らんできて、普通に皆さん分かるような芋、ニンニクの芋になってきますね。はい、ニンニクになる前、若い葉っぱの状態を葉ニンニクって呼んでます。そう、葉ニンニクとは我々が知っているニンニクになる前の若い葉のこと。通常のニンニクは秋に植え付けをしてから栄養を蓄え、丸々太った夏に収穫するが、葉ニンニクは植え付けをしてから2、3ヶ月ほどで収穫。ニンニク自体は小ぶりだが、若い葉っぱを丸ごと美味しくいただける。収穫できるのは1年のうち冬の数ヶ月だけ。高知の旬の食材を堪能できるこちらのお店でも葉ニンニク料理を扱っているが、冬の間だけですね。12月ぐらいから2月中頃ぐらいですかね。美味しいの。他の時期は料理を出されてますか？もう物がないんで出せないです。そんな葉ニンニク、ニンニク特有の辛みや匂いが少なく、ニラやネギに比べ甘みが豊か。そのためさまざまな料理で使われているのだ。こちらはクジラと葉ニンニクのすき焼き。葉ニンニクの香りがクジラの臭みを消し、クジラの上品な甘みがより際立つ。そしてピリッとくる辛みが癖になる白あえや、パリッとした食感がたまらないかき揚げなど、バリエーションは豊富。中でも最もポピュラーな食べ方がぬたっていうなんか調味料、緑の調味料みたいなやつの原料をお刺身につけて食べます。ぬたっていうソースがあるんですけど、それでブリのお刺身にこうつけて食べたりとか。ない味ですよね、あんまりね。他で比喩できない味。高知県民が愛してやまない調味料、ぬた。細かく刻んだ葉ニンニクに味噌と酢などを混ぜ合わせて作るぬた。ニンニク独特の香りがありながらさっぱりとした味はどんな食材ともよく合い、特に脂の乗ったブリとの組み合わせは鉄板。高知では泣く子も黙るブリぬたと称され、ふるさと納税の返礼品としても人気が高い。さらに葉ニンニクにはこんな特徴が。一般の葉物よりも栄養価が高い野菜になっているので、ビタミン C はなんとレモンの 1.8 倍、ビタミン B2 はキャベツのおよそ5倍、ポリフェノールはトマトの3倍もある。まさに栄養豊富なスーパーフード。しかし一体なぜ葉ニンニクは高知以外で知られていないのか。
その理由の一端は日本と葉ニンニクの歴史にあった。日本で葉ニンニクが食べられるようになったのは16世紀、安土桃山時代と言われる。葉ニンニクというものをそもそも食べる文化っていうのが長宗我部元親という方がですね、朝鮮半島の方に出兵をしまして、でその時にこの文化を持ち帰ってきたと。高知県は昔は人とか物とかの文化の交わりが少なかったというのもあって、ガラパゴス化した文化としてここまで来てるということらしいですね。戦国時代、長宗我部元親が葉ニンニクの文化を大陸から持ち込んだのだが、高知が海と山地に囲まれた地形なため、周辺にまで葉ニンニクの文化が広がることがなかったのだという。高知で古くから親しまれている食材、葉ニンニク。そんな葉ニンニクを偶然知り、美味しさに魅せられた島崎さんは30歳まで大阪で大手自動車メーカーに勤めていた脱サラ農家。親戚の家で出された葉ニンニクぬたの味に衝撃を覚えましてこんな美味しい野菜があったのかということで、桑も好きも何も持ったことがない、全く未経験のままで農業を始めました。農業未経験の島崎さんは県内各地の葉ニンニク農家を回り、ノウハウを吸収。するとなぜ高知が葉ニンニクの産地となったのか。それは高知特有の環境が大いに関係していた。本来農家さんは、石灰岩というカルシウムを含んだ肥料を散布するんですけど、弊社では土を分析するとそもそもがカルシウムをたくさん含んだ土になってる。そう、高知にはカルスト台地と呼ばれるカルシウムが多く含まれる地形があり、それゆえ栄養が豊富な作物が育ちやすいという。また2回この山を乗り越えることによって埃とかそういったものがすごくこし取られるというか、日本海から来る風が中国山地と四国山地に当たることで余分な水分や塵が除かれ、新鮮な空気が高知に運ばれる。空気が濁っていないため強い日射が当たることとなり、光合成を促し豊富な栄養素が増すという。さらに美味しくするためのこだわりが。気をつけてるのはですね、やっぱり土作り、特定の作物をわざと育てて、今度それを育ったところで刈り取って、でそのまま土に植え込んでいきます。葉ニンニクを収穫した後、稲や豆を植え育ったら再び土に。天然の有機肥料の畑を作り上げている。さらに収穫にもこだわりが。収穫はいつもこれぐらいの時間帯ですか？そうですね、朝方のちょうどこの時期はマイナス1度とか0度ぐらいなんで、鮮度を保つにはベストですね。なんと気温に合わせて収穫している。気温0度付近が葉ニンニクの収穫にはベストなんだという。そして島崎さん、ある技術で葉ニンニクを全国に広めようとしている。旬の一番美味しい時に一気にこのように収穫して冷凍保存して、ちょっとずつちょっとずつ加工しながら商品として通年出してると。通年。そう、葉ニンニクの急速冷凍。真空パックにして急速冷凍することで1年を通して出荷が可能に。同様の技術でぬたも急速冷凍しているんだそう。酸化しないようにするともう5年10年味は変わらないですね。そんな徹底したこだわりが功を奏し、高知の葉ニンニクはある人物の目に留まった。それが四川料理の第一人者、陳建一。自身のお店赤坂四川飯店でも料理に使うほど高知の葉ニンニクを気に入った。自分自身が熱狂的な葉ニンニクぬたファンとして食べたいなと思うものを食べたい時に食べれるってすごくやっぱり当たり前のことなんですけど幸せだと思うんですよね。この葉ニンニク食べた時のこの感動っていうのはぜひともですね、文化もない、商品もない県外
国外の方に知ってもらえたら非常に有意義かなとは思いますね。幻の食材を他県でも味わってほしい。そんな男の努力の結晶、葉ニンニク。ぜひご賞味あれ。